はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。皆さん、コロッケといえば何を思い浮かべますか？モノマネ芸人、漫画、コロスケ、台風コロッケ、世代を超えてコロッケって愛されていますよね。ということで、みんな大好きコロッケ作ります。それでは早速やっていきましょう。今日は無性にコロッケが食べたくなったので、コロッケ作ります。じゃがいも、玉ねぎ、ひき肉。この材料が買い物カゴに入っていたら、コロッケな可能性ありますよね。ここに人参が足されると、もしかしてこの人、今夜カレーかなって想像しちゃいます。そこに白滝が入っていたら、この人の家は、あえて肉じゃがをひき肉で作るタイプかなと、どうでもいい妄想をしている今日この頃です。今日は牛と豚の合いびき肉を用意しました。合いびき肉とは、読んで字のごとく、別な種類のお肉を一緒にひいたお肉のことです。基本的には、牛と豚をひき肉にしたものが一般的です。ハンバーグなどでもよく合いびきを使いますが、合いびきにするメリットは油の融点が違うので、融点の低い豚を混ぜることで冷めても美味しく食べられます。牛だけだと歯ごたえがあり、豚だけだと少し柔らかくなりますが、その食感が調整できます。メンチカツとか作るときに豚の頭とかを混ぜてミンチに仕上げるとふわっと美味しくなります。なのでよくお肉屋のメンチとか美味しい理由は、食材を無駄にしないために端材が入っているから美味しく感じる可能性があります。これはお肉の惣菜を作っている方から教えてもらったので納得です。確かにお肉屋のメンチとかコロッケって美味しいですよね。あとはラードなどで揚げてるのも美味しさの秘訣かもしれません。ちなみにコロッケの起源はフランスのクロケットと呼ばれる、日本でいうクリームコロッケのような料理と言われています。1800年代後半にフランスからクロケットが伝来しましたが、日本で乳加工技術がまだ普及していなかったため、じゃがいもを使ったコロッケが発明されたと言われています。現在のようなじゃがいもを使ったコロッケは逆輸入されて海外でコロッケとして紹介されたりしています。それではまずはじゃがいもを洗って水気を切ったら、皮を剥いて4等分から6等分にカットします。次に鍋に水を入れてじゃがいもを入れて塩を加えて火にかけます。沸騰して10分くらい煮込んだら火から下ろして水気を切ります。次に玉ねぎをみじん切りにします。フライパンに油をひいて玉ねぎを炒めます。色が変わってきたらひき肉とバターを加えてほぐすように炒めます。全体が色が変わって炒められたら火から下ろします。先ほど水気を切っておいたじゃがいもをボウルに入れて潰します。全体が潰せたら先ほど炒めた玉ねぎとひき肉を加えて全体を混ぜ合わせます。塩コショウで味を整えます。次に6等分くらいを目安に分けてコロッケの形に今回は小判型で形成します。小麦粉、溶き卵、パン粉を用意して順番につけて衣をまぶします。あとは170度くらいの温度の油で3分くらい揚げて綺麗なきつね色に衣が上がったら取り出します。お皿に盛り付けて完成です。これでいいんだよな。早速食べてみましょう。いただきます。今日はヤッホーブルーイングの軽井沢高原ビールを飲んでいます。今まで何度かヤッホーブルーイングのビールは飲んでいますが、この軽井沢高原ビールはそんなヤッホーブルーイングの創業第1号のビールです。実は何も知らずに夜な夜なエールっぽいなと思って買って裏面見たら同じ会社でびっくりしました。色は透き通った黄金色で花のような甘い香りを感じます。苦味は控えめで全体的に角がなく上品な仕上がりです。なんとなく軽井沢を想像させる品のいい一本ですね。それではコロッケいただきます。コロッケとかメンチにはソースをダクダクにかけたいタイプなんですよね。異論は認めます。その味の濃いコロッケをちょびちょびつまんでビールを飲む、最高です。今日はあえてご飯を用意しましたが、個人的な意見としてはあまりコロッケっておかずの枠ではないです。おやつやおつまみの枠ですね。でも久しぶりにご飯と食べるのもいいです。そのうちまた海外で発展したコロッケが日本に輸入されてまた進化して送り返す。そうやって今までの食文化も進化したと考えると奥が深いです。今までは船で何ヶ月もかけて情報が伝わっていたのに、今はネットですぐに見られます。食の変化もより早くなりそうですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。コロッケいかがでしたか？コロッケ食べ過ぎて顔がコロッケになりそうです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。